こんにちは。今日はですね、ちょっと面白いデバイスを一つ紹介したいと思います。写真とか動画を撮りまくっている私たちにとってはかなりありがたいアイテムかなと思います。シノロジーの B ドライブという商品になります。シノロジーは台湾の会社なんですが、NAS の世界ではかなり世界でも大きなシェアを持っている会社になります。そこが個人用のバックアップソリューションとして販売を開始した商品になります。これどんなものなのかっていうと、私もちょっと理解するまで時間がかかったんですが、私の理解では簡単に言うと、便利なクラウドサービスですね、自動的にいろいろバックアップを取ったり同期したりしてくれるそういったサービスと外付けの SSD を合体させた、いいとこ取りをしたような商品になります。皆さんも増え続ける動画ファイルとか写真ファイルをどう保存するか、どうバックアップ取るかって結構苦心されてると思うんですけど、そういう作業を簡単に、しかも手元の自分の SSD ドライブの中で行うことができる、そういう感じのものになります。通常バックアップを取るとなると、外付けのハードディスクドライブとか SSD ドライブを買って、そこに手動で自分でフォルダを作ってどんどん入れていったりするっていうことが多いと思うんですけど、結構めんどくさいですよね。で、クラウドサービスも自動でアップロードしてくれたりして便利なんですけど、それはそれでまた無料で使えるスペースが結構小さいので、例えば2テラとか契約すると iCloud なんかだと1300円ぐらいしますかね。そんな感じで1000円から2000円ぐらいしてきて、年間だともう数万円の費用がかかるっていうことが多いと思うんですよね。それとあと、どこにあるかもわからないサーバーに自分のデータをどんどんアップロードするっていうのは若干不安もありますよね。あとは自分が別には悪意はない、意図せずアップロードしたような動画や写真がいろんな海外の企業のサーバーなんかだと、そこの国の基準にのっとっていけないものだって判断されて、アカウント全部がロックされたりするってこともあり得るみたいなんですよね。例えば Google でアカウント凍結されたらもう YouTube とかもね使えなくなっちゃいますんで、そういう意味でも若干不安はありますよね。なのでクラウドサービスにもメリットデメリットがあると思うんですよね。で、今回のシノロジーの B ドライブは、そういっためんどくささとか費用面の問題とか、あとはセキュリティ的なそういった不安も解消してくれるものになりますので、刺さる方にはかなり刺さるアイテムなんじゃないかなと思います。で、ちょっと詳しく見たいと思うんですが、物的にはですね、本当コンパクトな外付けの SSD という感じの商品になります。USB-C ケーブルがついていて、USB-A のアダプターもついてきます。で、2テラのものと1テラのものがあります。4つの機能が搭載されているんですが、バックアップ、それからデータの同期、それからスマートフォンのデータのバックアップ、写真とか動画なんですけど、それから B ドロップといって、Apple でいう AirDrop のような便利な機能もついています。対応しているのは Windows の10、11、それから Android OS、iPadOS、iOS などです。MacOS は近日中に対応ということです。では実際にどんな風に使うのかちょっと順を追ってお見せしたいと思うんですが、まずハードウェア的には本当に普通の外付け SSD ドライブと一緒で、パソコンに USB ケーブルで接続します。ちなみにですね、このパソコン見てください。むちゃくちゃ小さいミニパソコンなんですけど、トリグキーという会社のもので、ちょっと私も Mac ばっかり使っていて、最近 Windows パソコン全然買ってなかったので、これ買ってみました。SSD が 256GB、メモリー 8GB、そして Windows 11 Pro が入っています。そしてですね、値段がですね、なんと驚きの18,000円です。N95 という、昔で言うとセレロンみたいなプロセッサーが入ってるんですが、もう全然問題なく快適に使うことができます。これもまた機会があったらレビュー動画をぜひ作りたいと思います。そしてこの B ドライブを接続して中を見ると、もう中にすでにソフトウェアが入っているんですが、これをインストールする必要があります。で、この B ドライブ for Desktop というソフトウェアなんですが、このソフトを使っていろんな機能を使うことになります。このドライブ自体は MacOS でも普通に外付けの SSD ドライブとして認識します。ただ、このソフトウェアが対応していないので、そういったいろんな便利な機能を使うのはまだちょっと先ということになっています。で、スマホの方もアプリストアからアプリをダウンロードしてインストールする必要があります。で、インストールできたら今度はパソコンとペアリングをする必要があるのですが、B ドライブ for Desktop を開いて QR コードを読み込ませることによって簡単にペアリングをすることができます。では以下の4つの機能を今から順番にお見せしたいと思います。
でまずはバックアップなんですが、 Windows パソコンの特定のフォルダの中身を自動的にこのドライブにバックアップを取ることができます。それ設定の時に指定するんですけど、ピクチャーとかビデオとか、ドキュメントとか自分の好きなフォルダを指定したり、独自のものを作るということもできます。で、つないであればもう瞬時にそのパソコンの中のフォルダが書き換えられた時に、そのB ドライブの中身も瞬時に書き換えられるようになっています。でこのソフトを他のパソコンにも入れてやることによって、この1台の B ドライブを使い回しをすることができるようにもなっています。つまりいろんなパソコンのバックアップをこの1つの B ドライブで取ることができるようになっています。で、つないでいない時に更新されたいろんなファイルとかフォルダーは、次にそのドライブを接続した時に瞬時に反映されるようになっています。バックアップが自動的に取られるようになっています。それでバックアップファイルは過去5つまで5つのバージョンが保存されるようになっています。なので、最新のファイルとかフォルダを削除しちゃったりとか、上書きしちゃったりとか、なんかしちゃった時にも5つ前まで遡ってそれを復元することができるようになっています。で、2番目の機能としてファイルの同期というのがあります。この機能は例えば、家と仕事場で別々のパソコンを使っていて、でも同じような作業をしているような時に、例えば仕事場である特定のファイルをいじってそれを保存したりします。いくつかあってもいいと思うんですけど、そうすると B ドライブの中にもその同期のフォルダがあって、そこも更新されます。で、今度はそれを家に持ってきて、家のパソコンにこのドライブをつないでやることによって、今度自宅のパソコンの中にあるその同期用のフォルダの中身も書き換えられます。なので、そこを開いてやれば、会社で保存した内容のファイルを今度開く、最新のものを開くことができるようになっています。他の使い方としては、新しいパソコンを買った時なんかにも B ドライブを新しい方に入れてやることによって、自動的に同期されて、いろんなファイルがもともとあった場所に入りますので、新しいパソコンをすぐにまた使い始めることができます。こういうことってクラウドで簡単にできるとは思うんですが、そういったサービスを利用せずに、しかもネットなんかも利用せずに行うことができるっていうところがこの製品の特徴かなと思います。で、3番目の機能がモバイルデバイスのバックアップですね。スマホとかタブレットの中身をこのパソコンにつないだこの SSD ドライブの中にバックアップを取ることができます。で、それがですね、Wi-Fi 経由であっという間に行えるようになっています。最近はスマホのカメラとかもね、どんどん高画質化してますので、どんどんファイルサイズが大きくなってて、例えば私も iPhone なんですけども、iPhone 撮った写真っていうのは基本的には勝手に iCloud にアップロードされていくんですが、200ギガというプランを私契約してるんですが、もうそれがすぐにいっぱいになっちゃって、すぐアップグレードしろっていうのがね、出てくるんですよね。で、出てくるだけならまだしも、他の iCloud を使う機能もなんか動きが悪くなってくるんで、写真とか動画とかを消したり、他のパソコンに送ったりしてるんですけど、そういう作業を自動的にやってくれるようになります。で、最大5台のデバイスのバックアップを取れるようになっています。で、実際私もちょっとやってみたんですけど、私の iPhone の中にだいたい28,000枚ぐらいファイル、写真、動画があったんですが、それのね、バックアップを取ってみました。で、同じネットワーク内に置いておくと、ネットを経由せずに直接 Wi-Fi で接続して送ってくれるみたいで、比較的早いです。とはいえかなりの枚数だったので1日ぐらいはかかりました。あとはもう差分バックアップなので、新しく付け足されたものだけがそこにどんどん入るようになるので、これ以降はもうそんなに時間はかからないと思います。で、バックアップ中にちょっとすごい感動したんですけど、アプリを消してしまうとバックアップが止まってしまうので、画面をつけっぱなしにしておく必要があります。最初は長い時間かかるので、充電ケーブルつないで、しかも画面をオンにしたままやる必要があります。で、その時に、普通であればその画面オンに設定で画面が消えない設定にしてやると、ずーっとそのアプリの表示が出っ放しになってたりすると思うんです。その写真の転送のインテンシブモードっていうのがね、集中モードみたいなのが用意されていて、そのモードにすると画面の焼き付き防止のとかね、バッテリーの消費を抑えるためにアプリは動いてるんだけど画面が消えるっていうモードがあります。で、触ればすぐにまた表示されるんですけど、こんななんかきめ細かい仕組みがあるっていうことにね、ちょっと私は感動しました。そういうところにこのメーカーのポリシーみたいなものが出てるのかなと思いました。
で、最後4つ目の機能なんですけど、それが B ドロップというものになります。エアドロップみたいな B ドロップです。スマホからパソコン側への一方通行の機能になるんですが、スマホで撮った写真、動画、そして保存したいろんなファイルを簡単に送ることができます。iPhone、iPad、Mac の間ではね、当たり前のように使える機能で、非常に便利なんで、その機能を使いたいためにiPhone と Mac 使ってるみたいな人も聞いたことありますけど、そういうことが Windows パソコンとの間でできるようになります。操作自体は非常に簡単で、スマホ側でアプリを立ち上げて送りたいファイルを指定してやるだけです。そうするともう相手の Windows パソコンに自動的に届きます。ということで4つの機能の紹介でした。これ本当ね、よくできてます。ハードウェア的には別に普通の SSD ドライブなんですけど、本当ね、ソフトとの連携が素晴らしいので、非常に簡単になおかつ便利に使うことができます。クラウドの費用を抑えたいとか、セキュリティに不安があるっていう方に本当おすすめだと思います。2テラありますので、いろんなパソコンのバックアップ取ったりとか、スマホの写真とか、私も2万何千枚でしたけど200ギガぐらいしか使わなかったんで、結構いろんなもの何台かのバックアップをね取ることができるんじゃないかと思います。商品の詳しい情報はまた下にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。